石破さんは本当の意味で自民党を詳しいかり、トランプ大統領はゼレンスキーの汚職を調べると言ったり、国民党が頑張ったりで、コロナもあったなし、なんだかここ良くなった気がします。ひろきさん、2025年どうなっていくと思いますか？悪くなります。政治家は一生懸命頑張ってるのですが、先進国の一般的な人の収入は減り続けるだけです。トランプ大統領が労働者の低所得の人たちの支援をしたいと言ったとしても、結局物を買う人たちはアメリカの商品買わないんですよ。高いから。メキシコで買うとか中国で買った方が安いんですよ。で、じゃあ中国に対して関税かけますっていうと何が起こるかっていうと、アメリカの商品の物価が上がるんですよ。関税をかけるっていうのは、関税をかけた結果、損するのは中国人ではなくて、単に高いコストを払うアメリカ人が損するんですよ。なので、中国の商品に関税をかけると、アメリカ中の物の値段が上がるので、結果として、貧乏人は物を買う値段が上がって、生活がもっと苦しくなるっていう。なので、安く物を作るということをやられると、基本もう勝てないんですよ。なので、中所得者層の人たちをなんとか支持を得て、政治家が頑張るというのをやり続けるんですけど、労働者の給料が低い国で物を作るというのに、勝ちようがないんですよ。メキシコ人が作るアボカドには絶対勝てないんですよ。っていうのがあるので、構造上先進国の人たちというのはずっと貧しくなる一方です。で、高収入の先進国の人たちはめちゃめちゃ儲かります。IT 系ですとか、貿易の会社の社長をやってますとか、全然儲かります。なので、一般労働者で知能労働ではない人たちというのはずっと厳しいままなので、っていう意味で考えると、アメリカの分断も広がるし、日本の分断も広がるし、ヨーロッパの分断も広がるし、なかなか厳しい時代というのは変わらないんじゃないかなと思います。トランプになったら台湾有事や日本商品に関税かけめるとかあり得るのに、なんでネット民はハリス嫌いの？どちらかというと、トランプ大統領のような人に引っ張ってもらいたいっていう、自分たちの上にトランプ大統領が欲しいという願望だと思うんですよね。トランプ大統領が当選してやったーって喜んでる人いるんですけど、いやいや、あなたアメリカ人じゃないから、あなたの上にいるのは石破茂ですからっていう。なので、トランプ大統領みたいな人をトップにしたいという気持ちの問題だと思うんですよ。なので、トランプファンになる人が割と多いっていうのだと思うんですよね。アメリカの投票した人の投票行動を見ておくと、基本的に高学歴はハリスさんに投票していて、高卒ぐらいの人というのはトランプ大統領、高卒以下の人はトランプ大統領に投票しているっていうのがあって、で、日本と違ってアメリカって大学卒の人数少ないんですよ。50% いかないんですよね。日本は 50% いくんですけど、結果として高学歴が幸せな社会ではなくて、高卒が幸せにできる社会にした方がいいよねっていうのはトランプさん基本的に言うんですよ。どちらかというと、そのラストベルトと呼ばれるアメリカの中央の人たちは工場で働くような人たち。でも大卒の人たちっていうのはニューヨークですとか、ボストンですとか、ロサンゼルスですとか、サンフランシスコですとかっていう海沿いおしゃれタウンで年収1500万とかもらうんですよ。でもそうじゃなくてアメリカ人の人口でいくと、年収的には500万円ぐらいでずっと肉体労働してますという人が多いんですよ。で、そういう人たちを幸せにすべきだよねっていうのをトランプ大統領が言っていて、で、僕が知る限り政治家でそこまではっきりと高学歴ディスをしてるトップってあんま見たことないんですよね。日本でもいないんじゃないかな。だからそういう意味でいくと、それは手を動かして仕事をする人が正しいよね。エッセンシャルワーカーという人たちが社会を動かしてるよねっていうのをちゃんと口に出したトップの政治家というのがいなかった。だから僕たちの上にもそういう人が来てほしいよねっていうところが多分日本でも多い理由なのではないかなと思うんですけど、そうですね、日本でいうブルーカラーという人たちですね。なので、ブルーカラーの人たちが意外と社会回らないよねっていうのはみんな口先では言うんですけど、でもなんか俺がやんなくても誰かがやってくれるだろうっていうふうに思ってて、結果として誰かがやってるから回るんですけど、トランプ大統領自体は大学出てるんじゃないかな。トランプ大統領ってすごく分かりやすい英語を喋るんですよね。大学に出た人みたいな難しいボキャブラリーを使わないで、割とこう丁寧で簡単な喋り方をするっていうのがあるんですけど、ちなみに僕もそれなんですよ。なんでそうなってしまうかっていうと、日本にあんまりいないので、難しい言い方とか語彙とかがよく分からなくなっているっていう。あと、英語とかフランス語とかを喋ることが多いので、そうすると、英語とかフランス語ってボキャブラリー低いんですよ、僕。なので、知ってる単語で喋ろうとするから、子供が喋るような文章になるんですよ。で、それに引きずられて、日本語もそうなっていて、僕の喋ってる単語とか言葉って多分ね、中学生ぐらいでも理解できるんじゃないかなと思うんですけど、っていう喋り方になってしまってるっていう。ちゃんと僕、大卒ではあるので、難しい言葉を使って喋るは一応可能ではあるんですけど、もともとでも不得意かな。写像とかわかんないよね。口頭でさ、写像とかいうやついなくね？教科書に書いてある文字とかで写像というのあるよねとかは字面ではあるかも思うけどさ、口に出すことないでしょ。
指定が言ったのですが、今のアメリカの体制は何かおかしく、カマラ・ハリスの旦那はユダヤ人であり、歴代の大統領や副大統領の関係者でのユダヤ系の人がいることがなかった。それにトランプ陣営の広報担当が中国人記憶がおかしいって言ってました。ゆうきさんなりの見国次第です。いや、別にユダヤ系いっぱいいるんじゃないですか。別にいちいちチェックしないっていうのと、あと、いろんな血液が混ざってるので、人種という概念がすごく難しいんですよね。例えばじゃあ、アメリカ人で今いる人たちって、大体もう3世代、4世代目なので、アイルランド系と言われても、アイルランドから先祖が来たけど、その後何世代別の国の人と結婚してたりするので、純粋なアイルランド人の血を継いでる人とかの方がむしろ少ないと思うんですよ。で、マフィアっていうのももともとコルシカ島から来た人たちというのが作り上げた組織だったんですけど、多分今はマフィアの中で本当にコルシカの血を継いでるだけの人ってほぼいないと思うんですよね。コルシカの血を継いでる人と結婚した人の子孫というのがマフィアにいるだけで、っていうのがね、ユダヤの人だって、ユダヤの血って何ってすごく難しいんですよね。イスラエル出身でアメリカ人になるというよりは、むしろもともと世界中に分散しているユダヤ人の中でうまくいった人がアメリカにもいるっていう話なので、なので人種とかどこの流れでやるっていう血で物事を判断するっていうのは、ちょっと本質を見誤るのではないかなと僕は思ってるんですけど、例えばじゃあ韓国人と日本人で比べると、多分 DNA 的にはほとんど差がないと思うんですよね。要するに混じっちゃってるし、もともとちょっと昔に戻ると、もうモンゴルの方から大体同じ流れで来てるよねっていうのがあったりするので、なので国籍が違って国は違うよねはあるんですけど、血族人種的にはほぼほぼ変わらんよねでなっちゃうと思うんですよね。縄文系の人たちっていうのが、アイヌ系の人たちって縄文系って言われていて、どちらかというと顔が薄っぺらい。縄文系の人たちってアイヌの人とかもそうなんですけど、ちょっと毛が濃いめで、身長が低くてずんぐりしている系の人で、顔がさっぱりしてる系のが弥生系としてトライしてきたって言われてるんですけど、なので、基本的には顔がさっぱりしてる系、僕とかそうですけど、基本的にはトライしてきた弥生人系の流れだと思うので、で、アジア人って大体、蒙古斑という毛が青くなる病気っていうのがあって、生まれた子供のお尻が青いっていう。で、これができるのはモンゴル系の血族の人なんですけど、ヨーロッパとかでそれ見ると虐待だって通報されたりするんですよね。子供のケツに青いあざがある。これはいじめられている、もしくは親に殴られてるんだ。通報せねばみたいなのがあって、通報されるらしいんですけど、日本は普通じゃないですか。なので、アジア系がいない地域の人たちから見ると、何か問題があってこうなってるんだろうと思わざるを得ないんですよ。っていうのを割とアジア系の人たちっていうのはみんなあったりするので、そっか、知らない人も多いのか。子供がいる、妹がいますとか、おいおばとか自分の子供がいますっていうのであれば、蒙古斑っていうのは見るんですけど、病気ではないんですけどね。うん、南米の人も蒙古斑あるんだ。南米の人ってね、アジア系なんですよ。ごめん、ちょっと今わけわかんないこと言ったと思うんですけど、要するに人種の流れとして、アフリカでジンバブエのあたりで人類というのが生まれましたって言われていて、アフリカでずっと戦争して、で、アフリカの中からもうこいつらで戦っても負けるわっていう人がヨーロッパに逃げて、で、ヨーロッパでも戦いがあって、こいつらに勝てないわっていう人たちが中東に行って、で、中東の人たちが、もう居場所ないわって言って、どんどん右の方に、東の方に逃げていくっていうので、中国とか、ロシアとか、インドネシアとか、インドとかっていうのを渡って、で、その後アジアの方に行って、日本とか中国とかに行って、で、さらにそこからベーリング海を渡って、北米に行った人たちっていうのがいるんですよ。朝鮮とか日本、その時代の名前違うけどね、コークリとか、もっと前の話だけど、っていうところでもどんどん負けて、北の方に行って、ロシアの一番東側の方から海を渡って、アラスカに行ったアジア人っていう人たちがいて、で、そのアジア人の人たちが北米の方でずっと種族を増やしていって、それがインディオと呼ばれるアメリカの中では昔からいる人たちって言われてるんですけど、顔つきとしてはどちらかというと黄色人種で僕らに顔つき近いんですよ。インディオって人たちがさらに南米の方に行って、インディアンね、南米の方にいる元々の土着のペルー系の山岳系の人たちとか、ペルーだったりアステカだったり、あっちの方に人種が行ったっていうのがあるので、人種的にはアジアの血を継いでるんですよね。で、そのパターンと、あとインドネシアの方から海洋民族っていうのになって、で、そこからオーストラリアとかニュージーランドとかに行って、ハワイとかグアムとかに行って、で、そこからまた太平洋を渡ってしまった的な人たちっていうのもいて、なので南から渡っていった系のアジアの流れと、北の方から回った
系のアジアの流れがあって、アメリカ今黒人と白人ばっかりじゃんってなるんですけど、あれはその白人がヨーロッパからイギリス人とかがアメリカをバンバン占領して、スペイン人が南米の人たちをバカスカ殺して、で、結果として植民して白人が増えて、で、開拓するためにアフリカから黒人を連れてきたっていうので、結果として白人と黒人が南米、北米大陸に増えたけど、もともとはアジア系の人たちだらけでしたよっていう話です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。